どうも皆さんこんにちは。繁盛株式会社の木野です。前回の動画では Excel でのピボットテーブルの作成方法をご紹介させていただきましたが、今回は Google スプレッドシートでのピボットテーブルの作成方法をご紹介させていただきたいと思います。はい、では今回も前回 Excel でも使用した営業受注件数の表をピボットテーブルにしていきたいと思います。挿入タブの中のピボットテーブルを選択しましょう。そしてピボットテーブルにしたい範囲を選択していきましょう。挿入先は新しいシートの状態で作成をクリックします。はい、左側には空っぽのテーブルと右側にはピボットテーブルエディターが表示されました。Excel と見た目が違いますが、基本的な操作は同じです。では、行には月日を入れていただくのがおすすめなので追加をしましょう。そして同じところから種別も行に追加します。では、値のところには佐藤さんから順番に営業担当を追加していきましょう。はい、ピボットテーブルが作成できました。もちろんプラスマイナスをクリックで表示非表示の切り替えも行えます。では Excel の時はデザインタブから色を変更しましたが、スプレッドシートにはデザインタブがないので表示形式のテーマを選択しましょう。では今はスタンダードになっていますので、こちらの素朴を選択しましょう。はい、デザインも変更できて、これで Google スプレッドシートでのピボットテーブルの完成です。本日はご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは弊社で制作した映像や仕事の様子を撮影した動画、コンテンツ制作に役立つ知識などをご紹介させていただきますので、皆様ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。